ヒレがトゲトゲした魚が好きなんですよ。でそれであってなおかつ目が大きくて可愛いっていう、かっこよくて可愛いを兼ね備えた魚ってなかなか他にいないと思うんですよね。自分の体の半分ぐらいのルアーに対しても全然捕食してくることがあって、なかなかアグレッシブな魚なんですよ。分類的には根魚に入るんですけども、全然ボトムじゃなくてトップでバシャバシャ出たり、他の魚にはそういうことはないんで、そこが一番メバルの僕の好きなところですね。じゃあ今からナイトゲームやっていきますんで、まず先発はアービンですね。これを飛ばしていろんなレンジをまず探っていきます。あと流れがどっから流れているかが分かれば一番いいので、とりあえずアービンでパパッとサーチしたらスネコンなりもっとスローに引けるルアーでフォローを入れときます。どうだ、この辺でしょ。もうちょっと空の光量が落ちればメバルがもっと浮いてくるかな。おー、よし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 タケノコが今海面キワキワまで出てきましたね。なかなかアグレッシブないい魚ですわ。アービンでしっかり巻き切って敷石まで入ったかなぐらいで追尾してくんのが見えて、巻きを一瞬緩めたらドーンと今ボイルしましたねシーバスもいる感じですよ。じゃあ逃がします。バイバイ。おお、まさかタケノコが来るとは思わんかったですね。よいしょ。じゃあ引き続きやりますか。あんな上の層でタケノコを釣ったのは初めてですよ、ほんまにへえ、広島もタケノコメバルが増えましたからね。で反対になんかムラソイがどんどん減ってて、同じ生育環境におる魚なんでムラソイの姿をまた見たいな。さっきボイルしたシーバスが気になるけど、俺はメバルが釣りたいんだ。ここにじったっすね。あっこなんかパヤパヤしてるな、気になるな。よし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 。あ、かわいいかわいいメバルやほら、こんなアービンと変わらないぐらいのかわいいメバルちゃんが食ってくれましたね。バイバイ。大きくなるんだぞお前は。いったいった。あ、メバルっぽいライズしたよ今。沖で今日一当たりの多いアービンアービンでいきましょうか。アービンアービン、闇場なんでちょっと黒っぽいやつ。さあそれでよっしゃ。よう飛んだ。よっしゃ、おった。ほらね、アービンですわ。長距離砲、こっちおいで、こっちおいで。オッケー、両系両系だ。瀬戸内ブルーって感じですね。ここの筋肉が盛り上がってる感じが、まあまあ
やっと病気が出ましたね。今のはだんだんと沖でちょっとライズがあったんで、アービンをぶっ飛ばして、もう長距離といったらアービンですねを潮になじませながら、もう竿を立てて表層目で巻いてたらガツンと、そんな感じです。いやーかっこいいね、瀬戸内ブルー。いい粘りや。広島といえば基本的に潮流は速いです。ずっと海峡部が多いエリアなんで、他の県よりも潮流も速くて、干満差も大きいんで、大きい時はもう4メーター近く干潮と満潮で差があるんで、その干満差で釣れるポイントがガラッと1日で変わったり、そういうのが広島県の魅力ですね。でこの近辺だとアジ、メバルでアコ、チヌ、スズキ、ヒラメ、青物、いろんな魚種います。結構魚種の多さに関しては恵まれた地域なんじゃないかなと思ってますね。今年は、皆さん思ってると思うんですけど、冬の気温が高くてですね、水温があまり下がらずで、全然メバルの産卵シーズンって呼ばれるものがめちゃくちゃ伸びたんですよ。いいことでもあり悪いことでもあるんですけど、結構アコウが増えてきましてですね、メバルと生育環境はかぶってしまうんで、ちょっとずつですけどやっぱりメバルの数は減ってるんじゃないかなってところですね。ちっちゃいのはもちろん逃がすんですけども、大きくなれる個体って大きくなれる遺伝子を持って育ってるんですね。その遺伝子を絶やさないためには、もう大きい魚も極力リリースして、でその大きくなる遺伝子を閉ざさないようにが一番大事だと思います。よっしゃー、枝開いてバリ怒ってますわ。堤防の際からカサゴちゃんがこんにちはですね。こうやって根に潜って出てこないんですよ、カサゴは。すごくないこれ。カパーってやってゆっくり巻いてたら堤防の際からトンでしたね。美味しそうに見えたんでしょう、君に。バイバイ。大きくなるよ。めっちゃうんこされた。これイワシ食っとんじゃないよ。食った。これやるためのブローミンですからね。カサゴ連発。イエーこれ専用と言っても過言ではない。I have a full step。 ほらめっちゃ便利。椿原兄貴みたいにできたらいいな。ブローミンあれワンハンドルと10だったっけ。ああいうこと言いたい。逃がします。バイバイ。これは15は15か。偏差値がバレる。よし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 。なんか後ろ黒いのが追尾してましたね。面白い。なんで乗らんねん。こっちの方がメバルがなんか風強食いそうではある。おったね。メバルですわ。メバルですわ。よいしょ。内側でしたね、メバルさんは。やっと釣れた。風が当たる側、どっちかっていうと風が堤防に当たってプランクトンとかが流れ着いてるとこなんで、だいたいこっち側にメバルはつきますね、今考えると。お前は危ない。お前はいいやつだって言おうと思ったら俺に反撃してきやがったな。ありがとうね、白メバル。
バイバイ。意外と出てこんやん。絶版されすぎかな、風に。リップがないとブレーキが効かないんでね、リップレスは。食ったよ。そんな文句言ったら食いましたわあ、こっちが黒だ。次はですね、外側の明暗に入れて、もう巻かずに今風で勝手に流されていったらポンときた感じですね。もうほぼ餌なんですね、コーンは。巻かなくても全然釣れます。逆にそのみんな巻きすぎちゃって釣れないっていうパターンが多いんで、思ってたよりスローにやってみてください。楽しいネバリング。じゃあね、大きくなるんだよ。バイバイ。いるじゃん、こっち側じゃん風に流してたら食いましたね。海にね、こう潮が流れてるんで、あー、バレたほら、巻いてない流してたら食ったわ。一番に釣り場がなくなっている問題もあるんですよね、やっぱり。同じ釣りが好きで釣りに来てる者同士で揉めて、で警察呼んだり海保呼んだりして、で釣り気になったりは一番もったいないんで、しっかり挨拶してコミュニケーションを取りながら、またもう絶対にゴミは持ち帰りましょう。やっぱりそこが一番釣り金につながるところがあるんで、自分が捨てたゴミじゃなくてもしっかり拾うように、そこを心がけて今後も釣りが楽しめるように皆さんで頑張っていきましょう。ジグやりますか3グラムかな。ピンクにしよう。根がかりしたくないんでリアを外しますね。こうやって落ちるんですよ、普通は。ただリアを外すとこっちの抵抗がなくなっちゃうんで、若干バックスライドします。それでこういう岩の隙間にシューってシューって持ち上げて抜くだけでさーっていくんで、小学生の思い出の地に来たけどそんな魚いないね。もう久々に。ムラソイがいっぱいいたんだけどな、ここは。ムラソイっぽい釣り方をしようか。よいしょ。そういう穴大好きじゃんね、魚は。ジグをこんだけタイトに落として引っかからないのは強いぞ。お、いったいったいった。これなんすか。波と一緒に奥側にスライドさせて、より深いところへ。あんましバシーンって合わせたら竿が折れるんでこの手で合わせます。糸持ってる方のでまっすぐ引き抜けば引っかからないって。食った。おったーほら、スーパー穴釣りタイムでしたね君が主役だ、カサゴタン。イエーイ。ほら、シーライドミニを穴に送り込んでスパーンと食ってきましたね。意外とでもなんか日焼けしてるのか色黒なカサゴちゃんです。いい感じ。楽しいな、やっぱデイゲームは。イエーイ。じゃあ逃がしますね。ありがとうよ、カサゴちゃん。バイバイ。
逆方向に行っちゃった。上がる方向へ。よっしゃー。取れたての野菜などを販売する野菜市が始まりますよ。HS の K 村クリアを僕がパープルウィニーが欲しくて適当にマッキーで塗ったやつですね。よくないですかパープルウィニー。おちょんちょんですわ。ファミコンをおちょんちょんですわ。ちょんちょん。メバルっす。メバルカサゴソイタケノコ。結構釣れるんだね今。何でも狙えますよルアーで。じゃあ締めましょうか。まあ今回は潮も動かなかったり爆風だったりしんどい兆候にはなったんですけども、しっかりいろんな魚種と遊べてて、これがやっぱりライトゲームの一番楽しいところではありますんで、ワーム以外でもプラグだけで今日はやってるんで、シーバスとかバスとかああいった釣り方のテクニックも全然ライトゲームに生きてきますんで、そんなんも活用しながら皆さんもっとライトゲームを楽しんでみてください。ありがとうございました。